皆さんこんにちは。今日は薄い球を味方につける練習法ということでお話をしていきます。薄い球が回ってきた時にこれ外れそうだなぁと不安になったことありますか？今日の練習で薄い球がむしろ得意になっちゃいましょう。さて、その練習法は自分が狙える一番薄い球にチャレンジしていくというものです。まずは的球をコーナーから 1.5 ポイント、球1個分ぐらいクッションから浮かせましょう。1、手玉はここからスタートして、入ったら薄く、入ったら薄くと徐々に薄くしていきます。そして最終的に入れることができる限界にチャレンジしていきます。2、1ができたら今度は少しだけ厚くします。そして安定して入れることができるギリギリの薄さを探していきます。1は大変精度が悪いはずです。10回やって1、2回成功するとかでしょうかね。ですが1の後もう少しだけ厚くすると急に簡単になってくるんですね。ぐっと精度が上がるはずです。これならゲーム中に使ってもいいと思える今の自分のギリギリをですね、精度込みで考えて探ってみましょう。的玉をポケットに狙える薄さの限界は理論的にこのようになりますが、この厚みですとポケットまで届きませんね。薄い球は的玉に力が伝わりにくくなりますので、全体的に強くつかないと転がりにくく、ポケットまでの距離を含めて総合的に考えると、どこまで薄くできるのかはその方が安定して強くつけるかどうかなどでも違いが出ますので、ご自身でどこまでいけるかなと探っていただくといいんですね。ちなみに薄い球の練習していると空振りすることもあって嫌だなーって思う方もいらっしゃいますね。ですが、最初は空振り当たり前です。100回の空振りの上に培われる技術だと思っていただいて、上手い方もねいっぱい空振りしてきてますので、あまり気にせずに取り組んでいきましょう。この練習がなぜ良いかですが、まずですね、能動的に限界を探すことによって薄い球への感覚が研ぎ澄まされやすくなります。それから限界ギリギリの薄い球と安定して狙える薄い球ですね、両方狙うことによって、薄い球へのリスクの感覚が養われやすくなりますね。ゲーム中に守るか攻めるか、カットかバンクか迷う場面があるかと思いますが、その時の判定がとても早く正確になるんです。それから安定して狙える薄い球狙うことによって全体的に薄い球が怖くなくなってくるんです。できるようになったら短時間でもいいので、最初のうちは頻繁に練習していただいた方がイメージが定着しやすいですね。それからもうちょっと弱くてもいいのかなとか、左右逆はどうだろうとかね、いろいろバリエーションをつけながら研究してみてくださいね。はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。ちなみに私は案外薄い球がちょっと好きなんですね。手玉と的玉がこうチッてですね当たるところに、面白みを感じてしまうんです。こう当たるか空振りするかのギリギリみたいなところにね、緊張感があると言いますか、ときめきがねあるんですね。はい、ですので、今日の動画を見て薄い球いいよねみたいなねことを言ってくれる人が増えるといいなというふうに思っています。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。